あなたは普段一緒にいるその人がどんな人間か本当に理解していますか？ 2012 年11月21日、東京都板橋区、夜遅く 1K の小さなアパートへ一人の男が帰宅しました。おかえり、今日も遅かったね。恋人にねぎらいの言葉をかけられたスーツ姿に黒縁メガネのその男は松尾元気。彼は笑ってこう返します。俺は学歴とかもない分人一倍頑張らないとダメだからな。いつか上に認めてもらってイギリスの本社に行くんだ。努力しても成功するとは限らないけれど、成功した人は努力したという言葉を座右の銘にする松尾は、女子大生の彼女と同棲しているごく普通の会社員。彼女を幸せにするため懸命に働いているように見えていました。しかしこの日、仕事をしていたはずの彼はつい数時間前に人を殺してきたところだったんです。向上心あふれる会社員を演じている裏で殺人を犯していた男。彼が送っていた二重生活の全貌とは？男は自分を偽り続けるその日々の中で取り返しのつかない沼にはまってしまったんです。おそすけんちゃんです。いや、みやみこです。というわけで、やみこさん、僕直近ね、韓国に行ってきたんですけど、韓国って、カフェがね、日本よりおしゃれなとこ発達してて、あ、そうなの？カップルの壁に絵描く謎のカフェみたいなのに囲まれて、ベランダの端っこの方でケーキ食べて生きてた俺。よくわかんな。どういうこと？何そのカフェのコンセプトが絵を描くっていうコンセプトのカフェなの？違う。カップルは絵を描いてたんでしょ？カフェがあっって、カフェの外に壁があって、そこに。にペンが置いてあって、自由に描いていいの。それ消せないの？消せない。だだから俺マジでみんながさ、そのカフェのマスコットキャラクターを描いてるんだけど、ナルト描いちゃった。あ、でも好きでしょ、韓国の方々もナルトは。そう、壁の中の右下にナルトがあるカフェをもしカンナムで見つけたら、そこ僕が行ったカフェです。今回は東京都板橋区で発生した殺人事件をご紹介します。犯人の男は一見ごく普通の会社員に見えていたんですが、平穏に暮らしているように見せかけ、全くの無関係の他人を平然と殺害していたんです。何それ？ご近所トラブルとか、何か関係値が悪いとかそういうことがあったわけじゃなくて？トラブルっていうよりは、彼は自ら進んで犯罪に手を染めていたんです。ある日、マンションの一室で発見された女性の遺体。彼女はあまりにも卑劣な方法で殺害されていたんです。真実と虚像。2012年11月21日、東京都板橋区赤塚。ただいま、帰ったぞ。自宅マンションへ帰宅した30代の男性は玄関から部屋の奥へ呼びかけました。しかし待っているはずの妻の返事はありません。妙だな。いつもは閉まっているはずの玄関の鍵が開いていることにどこか違和感を覚えていた男性。そのまま部屋の奥へ進んでいった彼は、すぐにその家で何かが起きたことを察しました。今の前を通りかかった男性の目にひどく荒らされ、物が散乱している部屋の様子が飛び込んできたんです。おい、よしえ、いるんだろ、返事をしてくれ。メゾネットタイプのマンションの中、男性は慌てて2階へと駆け上がりました。そして寝室の扉を開いた彼の目に飛び込んできたのは、血まみれになった妻の姿だったんです。よしえ、大丈夫か？よしえ。男性は必死に呼びかけますが、妻が答えることはありません。寝室の床に仰向けで倒れていたその女性は佐藤よしえさん。彼女はその家にあった夫のネクタイで足首と首を縛られており、拘束され首を絞められたことが見て取れました。その上、刃物でめった刺しにされていた佐藤さん。夫が発見した時にはすでに死後半日が経過していたんです。足と首にネクタイが巻きつけられてたってさ、もうこれ殺すだけじゃなくてめちゃくちゃ痛めつけてんじゃないの？ほんとえげつないっすよ。一方でね、犯人は現場からほど近いアパートで何食わぬ顔で時間を過ごしていたんです。板橋区赤塚のマンションで女性の遺体が発見されたその頃、現場からわずか700メートルの場所にあるアパートの一室では20代前半の男女が談笑を交わしていました。元気くん、毎日夜遅くまで頑張ってるね。仕事はもう慣れた？同棲している恋人にそう話しかけられた男の名は松尾元気。2年ほど前に地元の福岡から上京してきた彼は、最近までアルバイトを転々としていましたが、2ヶ月前に一年発起して就職、大手 IT 企業へ勤めるようになり、毎日夜遅くまで働いていたんです。まだ慣れないことも多いけど平気だよ。俺は周りのみんなと違って学歴もないし、その分死ぬ気で努力しなきゃ。松尾はそう言うと明るく笑みを浮かべました。努力しても成功するとは限らないけれど、成功した人は努力したという言葉を座右の銘にしている彼は、人一倍の向上心を持つ男。女子大生の彼女との幸せな生活を守るため、慣れないスーツに身を包み、来る日も来る日も街へ繰り出していました。しかし一見して事件とは無縁に見える彼こそが今回の事件の犯人なんです。血塗られた仕事。
それじゃあ今日も頑張ってくれよ。2012年11月21日の午前中、松尾は恋人に一言そう告げると、板橋区成増の自宅アパートを後にしました。ここからの彼の行動は明らかに不審だったんです。松尾は大手 IT 企業に勤めているはずですが、どこに出社するでもなく、ただ街をふらふらと歩きながら時間を潰しているだけ。そして昼過ぎになると彼の行動に変化が現れるんです。近隣のマンションへ足を踏み入れた松尾はある部屋のインターフォンを鳴らしました。お忙しいところ恐れ入ります。私営業で回っているものでして。部屋の住人が玄関へ顔を覗かせると、そう話を切り出した松尾。しばらくして話が終わると、彼は続けてまた別の部屋のインターフォンを鳴らします。 IT 企業に勤めてるって言ってたじゃない。じゃあ営業担当ってことじゃないこれは。そんなわけはね実はないんですけれども、まあねこの動画を見ているね皆さんの中にはもうお気づきの方もいるんじゃないですかね。そうやって何軒かの家を訪問した後、迎えた午後3時半頃、インターフォンを鳴らしても反応がないある部屋の前でしばらく立ち止まったかと思うと、松尾はそのマンションの裏手へと向かいました。そして1階のベランダの柵を乗り越えると、反応のなかったその部屋のガラスを工具で叩き割ったんです。驚くほど手際よくその家の中へ侵入した松尾。そう、恋人に仕事に行くと言って出かけていた彼がやっていたことは紛れもない空き巣だったんです。その後20分ほどして松尾はまたその部屋から出て行きました。彼はそこから東武東上線成増駅で電車に乗り、10キロ離れた池袋駅で下車。先ほどの部屋から盗んだキャッシュカードを使い、駅前のコンビニ ATM で現金25万8000円を引き出しました。それから近隣のビルの6階にある麻雀店で3時間ほど麻雀を楽しんだ松尾。夜になって自宅アパートへ帰宅した彼は何事もなかったかのようにそこで待っていた恋人にこう言ったんです。ただいま、今日も仕事疲れたよ。要はこれもうごく普通の会社員としてめちゃくちゃ頑張ってるように見せかけて、もう空き巣として生計立ててたってことも、そうなんです。松尾は楽に金銭をね手に入れることができる空き巣の沼にどっぷりハマっていたんです。もともと何をやっても中途半端だった彼は、できる自分を作り上げるために犯罪の道を選んでしまったんです。出来損ないの抵抗。松尾が地元の福岡から東京へやってきたのは事件から約2年前の2011年1月のこと。中学時代にいじめを受けて以来不登校だった彼は高校を中退。通信制で単位を取得して短大へ進むもまた中退し、逃げるように親元を離れてきたんです。松尾は東京へ来てからアルバイトを転々としながら生計を立てていましたが、上京から約2年が経とうという頃、その生活は一変しました。お金に困っていた彼は複数人の同僚から7万8万もの借金を繰り返し、働いていたカラオケ店から問題視された結果クビになってしまったんです。松尾にはカラオケのバイトで知り合った女子大生の彼女がいましたが、見放されるのも時間の問題。そんな追い詰められた状況もあってか、ここから彼の様子は目に見えて変わっていったんです。 IT 企業への就職が決まりました。夢はイギリスの本社へ行くことです。つい先日バイトをクビになったかと思えば、自身のブログでそう語り始めた松尾。以降彼のブログは仕事一色になっていきました。基本暇人はしてません。仕事が忙しすぎます。休日はありません。勉強です。そうやって忙しさのアピールをしながらも、週末には彼女とデートをする姿も目撃されていた松尾は絵に描いたようなリア充に見えました。しかしバイトもろくに続かずクビになってしまうような彼が急に仕事で活躍しだしたことに、周囲は違和感を感じずにはいられなかったんです。これは確かに違和感があるわよね。普通さ、仕事が忙しかったら SNS でアピールしてる暇なんてないものね。まあ結構ねこの世の中にもいるっていうか、自分の実力を磨くっていうよりもね SNS でいかによく見られるのかっていうところに結構力を注ぐ人っていうのは多くいるんですけど、こういった人たちにはある共通点があるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、劣等コンプレックスと過剰保証について。心理学者アルフレッド・アドラーは、人は誰しも何かしらの劣等感を抱えており、それを克服するために行動の原動力が生まれると述べています。劣等感は多くの人にとって努力のきっかけとなり、ポジティブな影響を及ぼすことも多いんです。一方で危険なのは劣等感が強すぎる劣等コンプレックスの状態。劣等感が強すぎる人はその状態を抜け出したいがあまりに、例えば仕事でスキルを磨くよりも SNS でできる自分を演出することに夢中になることがあるんです。課題の克服より名声を得ることにこだわってしまうこの状態を過剰保証と呼ぶんです。過剰保証は一時的な優越感をもたらしますが、根本的な劣等感の解決にはなりません。結果、次から次へと過剰保証の行動に及んでいき、松尾のように犯罪に手を染めてしまうケースもあるんです。高校も短大も中退してしまい、バイトさえもクビになってしまった松尾は多大な劣等感を抱えていたはず。彼にとっての過剰保証は、周囲の知人や恋人に対しできる会社員を演じることでした。そして松尾はそのできる会社員を演じるために2ヶ月で8件もの空き巣を繰り返したんです。
朝にはスーツを着て出勤するように見せかけ、セールスマンを装って空き巣に入れそうな家を物色、金品を盗み出し、夜に帰宅してあたかも仕事をしてきたかのように振る舞う。そんな日々を繰り返すことで、松尾は彼女との幸せな同棲生活と自分のプライドを守ろうとしていたんです。空き巣みたいな犯罪って1回だけとかってさ思ってて抜け出せるように見えて、あんまり簡単に抜け出せないようなイメージがあるわね。まあ楽なね道ばっかり選び続けるっていうのはね逆に怖いですよ。こうして空き巣を繰り返した末に松尾がたどった末路とは。愚行の後に残るもの。2012年11月21日午後3時40分、それは松尾が佐藤さんの家へ侵入し10分ほどが過ぎた頃、2階の寝室で金品を漁っていた松尾は突如響いた玄関ドアの音にその身をこわばらせた。やばい、帰ってきた。とっさにその部屋にあったネクタイへ手を伸ばした松尾、彼は息を殺し近づいてくる住人の足音に耳を澄ませた。そして寝室のドアが開かれたその時、松尾は確信した。女ならやれる。松尾は寝室へ入ってきた佐藤さんに突進し、彼女が倒れると手にしていたネクタイでその足を縛り上げた。そしてもう一本のネクタイを佐藤さんの首に巻きつけると声を荒げてこう言った。キャッシュカードの暗証番号言え、さもないと殺す。やめて、教えるから殺さないで。あまりの恐怖からつい暗証番号を答えてしまう佐藤さん。しかしその番号を教えたからといって状況が変わることはなかった。もし通報されたら全部台無しだ。焦りを募らせた松尾はポケットからサバイバルナイフを取り出し佐藤さんをめった刺しにした。こんなやつの見栄のためになんで関係ない女性が殺されなきゃなんないのよ。こんなやつが本当にさ彼女と暮らしてる資格なんてないわよ。おっしゃるね通りなんですけど、松尾は入念に隠蔽工作をしたんです。しかし日本の警察の捜査力を舐めちゃいけないんです。佐藤さんの自宅からは携帯電話やキャッシュカード入りの財布、結婚指輪などが盗み出されていました。そしてインターフォンに記録されていた映像には午後3時半、スーツ姿で黒縁眼鏡にマスクをつけた男の姿が。警察はその映像を頼りに近隣の防犯カメラに不審人物が映っていないかをくまなく確認すると、夕方5時頃、現場から10キロ離れた池袋駅前のコンビニ ATM でよく似た男が現金を引き出していることが判明。グレーのニット帽に青のマフラー、黒のセーター。その男は一見先ほどのスーツの男とは別人に見えましたが、かけていた黒縁眼鏡がよく似ていたんです。そう、松尾は ATM で現金を引き出す直前にパチンコ店のトイレで変装し正体を隠していましたが、警察の目をごまかすことは不可能だったんです。また松尾は事件以降も成増駅や池袋駅の防犯カメラに映っており、警察は犯人がこの近隣で生活している男だということも特定。最終的に彼が以前自転車泥棒で検挙された際の記録と防犯カメラの男の特徴が一致していたことから任意同行を求めるんです。僕はやってません、そう言って一切の容疑を否認した松尾でしたが、防犯カメラ以外にも物証は残っていました。松尾の自宅から押収された革靴には現場に残されていた足跡と一致するものが一足。その靴底から被害者の佐藤さんの DNA が検出され、言い逃れは不可能になったんです。このほか警察は2ヶ月の間に板橋区周辺で頻発していた空き巣被害にも着目。松尾の足跡は事件の1週間前に空き巣にあったアパートにも残されており、芋づる式で8件の空き巣が彼の仕業だと判明したんです。知人や恋人に対してできる会社員を演じるために空き巣を繰り返した松尾。しかし逮捕時の彼はアパートの家賃5万2000円を滞納している状態。卑劣な犯行で金銭を得たところで結局その暮らしぶりは何も変わっていませんでした。いや悪いことして手に入れたお金ってさ、もう自分が努力してない分さなくなるのも早いんじゃないこれ。ありがたみがないですからね。松尾はお金を手に入れるために犯罪行為を選びましたが、これが逆にね割に合わないってことがよく分かりましたよね。事件から1年後の2013年11月29日、殺人及び8件の窃盗・強盗について有罪となった松尾に下された判決は無期懲役。判決に際し裁判官は次のように語りました。楽に金を手に入れるために空き巣を繰り返し、ついには強盗殺人に及んだ。犯行手口は極めて残虐なもので、遺族の悲しみは計り知れません。松尾が警察へ連行されたのと同日、彼と暮らしていた女子大生の恋人も警察車両に乗せられ無言でそのアパートを立ち去りました。報道によると彼女は松尾が空き巣をしていたことこそ知りませんでしたが、働いていないことは薄々気がついていたといいます。いくらいいところを見せようと体裁を取り繕ったところでどこかで無理が生じてしまうもの。周りの人に本当の意味で認めてもらうにはやはり自分が変わる以外の方法はないと思います。あなたは自分の能力や手柄を必要以上に大きく見せようとしたことはありますか？もしあったとしてその結果何が得られましたか？